ブリーディングルーツ、読んでいこうか。読み物なの？辛い体験をした男が庭の手入れで癒されていくホラーアドベンチャーだな。ホラーなんだ。20分くらいで終わるらしいから寝る前にぴったりだと思ってな。そっか、それじゃあイヤちゃんの読み聞かせで寝る。花が出てくる話らしいから花熊読んでおいたぞ。それもよく眠れそうだ。春からスタートってことは冬で終わる感じかな。お、ローポリか。雰囲気出ていいね。手に持ったじょうろで水をあげていくといいぞ。シンプルでいいね。操作はラジコン操作だから少し動きにくいや。彼女からの手紙だ。彼女が引っ越してからもう1ヶ月が経つ。家が空虚に感じる。家に一人だと寂しいもんね。一人を楽しめない人間なんだな。今日は出かける理由がない。理由がないと出かけないタイプか。水やりしような。たっぷりかけるね。いや、これが適量なのかも。アロエベラは薬用として広く使われている。その葉には様々な傷を治療するジェルが含まれており、皮膚を保護し、地位を助ける。君みたいに人の役に立ちたいよ。ちょっとネガティブ？植物で癒されていこうな。ブルーポピーを見ると、学校の校庭に植えられていたのを思い出す。子供たちが踏みつけても気にしないでいるのがかっこいいと思っていました。踏めないけど。誰も踏めとは言ってないぞ。木には水をあげられないみたい。仲間外れは良くないな。奥行ける？おお、行けるね。緑でいっぱいだが歩きやすそうだな。背の高い雑草がないのいいね。それじゃこれにも水？ライラックは家庭の幸福を象徴すると読んだことがある。子供の頃の家にこれがあって、母と一緒に世話をしていたのを覚えています。懐かしいな。花が身近にある生活してたんだね。犬も飼ってるのか。もう何年も空っぽだし、またペットを飼おうかな。飼ってたんだな。亡くなったのか彼女が連れて行ったのかどっちだろう。私が庭で最初に育てた花。当時はただ綺麗だと思っただけだったけど、今ではまるで古い友人が私を見守ってくれているように感じる。名前を呼ばなかったが忘れなぐさだな。ちょっとだけ花に詳しくなれそうだね。多分ならんぞ。ちょっとはなるよ。ラベンダーの香りが大好き。前に近所を歩いている時に見かけて我慢できなかった。元気に咲いてる。我慢できなくて引っこ抜いて持って帰ったのかな。近所の店で見かけて買ったんじゃないのか。アスフォデルはとても素敵で見ているだけで癒される。この気持ちを理解してくれる人だけに見せたい。地獄に現れるという神話が理解できないです。そんな話があるの？地獄というか冥界の花畑にあるイメージあるな。残り触れるところはここだけだね。じょうろ置いていくみたいだが何する場所なんだ？ど田舎のトイレ？こんななのか？本を読もうと思ったらなんか取れた。図書館で見つけた本がある。植物を育てる別の方法について書かれている。他の人には馬鹿げていると思われるかもしれないが、試してみても損はない。メスはここにある。なんでメス？少し傷をつけると強く成長するとかか？前回読んだ時ページにマーカーしておいた。そのページにはこう書かれている。私たちの血液は私たちを生かし続け、成長させ続けるものだ。それは私たちを動かすものであり、他にはない花を咲かせる鍵なのだ。人の血で植物はよく育つのか。数年に一度は聞くけど実際どうなんだろう。痛そう。想像の10倍くらい注ぐんだな。血液を混ぜるんじゃなくて血液だけで育てるってこと？思ったよりも痛くない。あの出血量でそれはおかしい。大怪我の時ほど痛みを感じにくいって聞くぞ。また今度にして、そろそろ帰ろう。晩ご飯はレバーにしようね。減らした分の血液は増やさんとな。それじゃ玄関に向かおう。その裏口から帰れますよ。気づくわけもなく。まあどっちからでも帰れるのでいいです。血のついたメスを持って歩いてる不審者。私有地だからいいだろ。ほい帰宅。お、季節が進んだ。毎日血液を注いだのか気になるな。貧血になっちゃうよ。アロエの位置変えた？日当たりいい場所に動かしたのかもな。時々、なぜトゲが生えるのか不思議に思う。人を助けたくないのだろうか？見た目トゲトゲなのに癒し効果あるのちょっと可愛いね。いつものものだけど、彼女からの返事はない。彼女は元気だろうか？ワンシーズン引きずってるんだ。割り切れるような関係じゃなかったんだな。その青い色は素敵で昔から好きだった。子供の頃、一番好きな色だったと思う。青は見てるだけで涼しく感じるから夏にはいいね。なんで後ろ向きで歩くんだ？ラジコン操作は方向転換しない方が楽だからだよ。ライフハックってやつだな。
ライラックにも水やり。彼女がここに住んでいた頃は、もっと元気に育ってたな。どれだけいい彼女だったのか気になるね。これについてもっと読んでみた。どうやら、何も成し遂げなかった人々が行き着く地獄の草原を覆っているらしい。今日はあまり綺麗に見えない。随分とネガティブ思考だな。香りがだんだん悪くなってる。毎日少しずつ大きくなっているけど、前ほど幸せそうには見えない。見る側の心持ちも大事だもんね。手入れに手間がかかりすぎる。犬を飼うとってこと？掃除するのが面倒なんじゃないか？忘れな草の花は、人によっては目のように見えるみたいだ。私もそれに気づき始めた。少し不快に感じる。花が全部自分の方を向いてたら嫌なのは少しわかる。わからない感覚だ。花が視線を送るわけないだろうに。花も生きてるよ。君とはたまに会話がつながらなくて不安になるな。何の植物？血液で芽が出るものなんだな。植物はゆっくりと大きくなっていってる。本は正しかったようだ。こんな種類の花は見たことがない。新種か。新種だった場合ってどこに言えば断定してもらえるんだろう。植物園でいいんじゃないか？メスを手にした。これ毎日やってるんだとしたらメスがなくても血は出せるんじゃないか？かさぶた剥がすのも爪でえぐるのも痛いじゃん。メスはいいのか？前に読んだ時、あるページにマーカーしておいた。そのページにはこう書かれている。植物の根は大地に流れ込み、世界を緑で染め、美しくしようと願っている。マーカーというかしおり挟んでおいたんじゃないか？似たようなものじゃないですか。ちょっとポエっててわからないけど、世界に緑が溢れるならいいことだよね。植物にかかってないだろこれ。根がものすごく深く広いならこれでも問題ない。刃の感触が好きになってきた。病院に行くべきか？成長がかなり遅い。何か間違っているのだろうか。後で本を読み進めよう。今は家に帰るか。これ頭と体、どっちの病院行くのがいいんだろう。わからないときは何の病院でもいいから行くべきだぞ。じゃあ小児科行くか？別にそれでもありだぞ。まあ主人公は外に出れないからおとなしく家帰る。また季節が過ぎたな。読書の秋だからそろそろ読み終わるのかも。お、風情があるな。秋らしくていいね。離婚届が届いた。見たくない。そういう話だったんだ。外に出ることへの興味がどんどん薄れているのを感じる。なぜ庭を離れる必要があるんだ？あの新種の植物に魅了されてるなこれ。全部に水やって見に行こうね。最近、これを見ると自分が与えた影響ばかり考えてしまう。私のことを覚えている人はいるのだろうか？友達とか同僚はなんだかんだで覚えてくれてるはずだよ。忘れてもらいたくても忘れてもらえない方で悩むのが人間だと思うぞ。君は多くの痛みを癒せるのに、私を助けることはできないんだね。アロエに心は癒せないのか？さっきから泣いてたカラスはそこにいたんだ。餌なんてないだろうに。友達になりに来てくれたのかもよ。植物よりもマシか？母にあの庭がどれほど大切だったか伝えられなかった。あのライラックはまだ私たちが水をやるのを待っているのだろうか。昔の話？割と今のライラックも枯れ始めてるように見えるぞ。毎日ちゃんと水をあげようね。私が死んだら、この花に囲まれて目覚めるのだろうか。そうなれば少なくとも孤独ではなくなるだろう。何もない奴が死んでも天国へも地獄へもどこへも行けんぞ。そうなの？そういうものだ。香りが強烈で、切り取って別の場所に置いてもここに香りが残りそうだ。徐々に悪くなってるって言ってたもんね。私を置いていくものはもういらない。植物も枯れるからいずれ置いていかれるんじゃないか？瞬きしない目で私を見つめているのを感じる。友でさえ裏切ることがあるようだ。なんで裏切り？不安を抱かせてくるなら敵ということなんじゃないか？水をあげなきゃその敵は倒せたんじゃないかな。愛が残っていたんだろきっと。それじゃ大本命の植物ちゃんに会うよ。おお、きれい。バラみたいだな。伝統に虫がたかってるのだけ気になる。奇妙な植物。植物は成長し、美しくなった。本の指示通りに血を与えたら、それが命を吹き込んだ。今では私をかたどったような存在だ。しかしまだ不十分です。もっと偉大で、もっと魅力的なものを作り出せるはず。シャベルを持ってこなきゃ。なんでシャベル？メスじゃないの？これが不十分な失敗作だから抜いて、もう一度初めからやり直すとかか？何するか気になるし見ておく。これが必要なシャベルだ。掘り返してる。
抜いた植物はそんなとこに置いといていいのか？植物を掘り出した。余ってる植木鉢とかなかったのかな。本がもっと助けてくれるだろうか。読めんが？植物が気になるぞ。これは本来の人生から追放された私みたいだ。その美しさは不完全さとの対比にある。私自身の魂の歪んだ反映だ。しかし今、真実が見える。ただの種では、この血に染まった土にふさわしい器にはなれない。大地はもっと深いものを求めている。どういう意味？とりあえず土に血を与えておくね。うわー、これ血だけじゃなくて肉与えてない。よく見えんが音はグロかったな。というか血を与えたように見えん。思ったよりもグロホラーだった。指か？死ぬだろこれ。飲み伏せ、冬が近づいている。冬が近いと何なの？寒さで育ちが悪くなるんじゃないか？缶詰の植物は栄養価が高いって聞いたことあるよ。そうなんだな。こっちから帰った方が20秒くらい早い。ゆっくり進めた方が雰囲気に合ってるぞ。雪積もってる。風情があるな。自分自身すら救えない。なんて哀れだ。すさんでる？元からネガティブではあったが少し辛辣さが増えたな。未払いの請求書が溜まってる。請求書って家に来たことないな。その場で払うか引き落とすもん。外には何もない。色なんて覚えてない。水やりできないんだけどなんでじょうろ持ってるんだろう。カラスもいないのな。アングルがいいね。水をやらなくてもこれほど長く生き延びたのは驚きだ。あげてなかったんだ。当然の報いだ。この花嫌いになりすぎじゃない？調べれば調べるほど嫌いになったのかもな。もう香りがない。役に立たない。凍ってないんだ。凍るほどの寒さじゃないのかもな。半袖だしね。時間の無駄だったな。結局ペット飼ってないもんね。飼うのに向いてるように見えないしな。その目はもう動かない。全部枯れちゃったのか。幸せだった頃の花はもうないんだな。変わらずにあるのは椅子くらいだね。調べられないからそれは元より覚えてないぞ。おお、立派に育ってる。何の音だ？なんかすごくうるさかった。本から読んでみよう。ああ、そっちじゃないよ。なんでシャベル？また掘り返すのか？もう本は十分に読んだ。あんな分厚い本を読むのすごい。分厚いのが読みたければ毎日読み聞かせてやるさ。我が子？農家の目線だね。これで本当に子供ができるなら君の血をもらっているところだ。このゲーム的に痛そうだから嫌だな。なんで掘り返したの？地中で脈打っているのが聞こえていて、私を呼んでいるようでした。私の呼吸とともに脈打ち、私の心臓とともに鼓動する。それは止まることなく私に話しかけ、私を招いている。長い間迷っていましたが、今では何を探していたのかがわかります。やるべきことは一つだけです。埋まるのか？え、どういうことなの？かつて私は何も見えていなかった。暗闇の中で無力に手探りしていた。しかしこの壊れやすくかけがえのない存在が、私の目を開き、想像を超えた美しさを見せてくれた。その根は大地に縛られ、離れることはできない。それでもなお成長し続ける。常に手を伸ばしているが、決して完成することはないだろうと分かっている。最後の一歩が何かはもう分かっている。それを踏み出すのは私自身だ。この小屋から出れないんだけど。穴に入って終わりだな。なんかわからないけどゾクゾクしてる。掘る？粋なエンドロールだな。植物になったのか全部捧げたのか。どっちも変わらんだろ。この埋められていくのに合わせて目を閉じると気持ちよく眠れそうだ。ああ、もう遅いから寝ような。これ割と怖かったんですけどよく眠れるってことあります？もうささらは寝たぞ。エンドロールを最後まで見ないで大丈夫なタイプなんですね。こんなにいい演出なのに。無料のゲームなのに手が込んでていいな。びっくり系じゃなくてストーリーでゾクゾクしたい人におすすめできますね。実績もクリアまでやれば全部手に入るから気軽にできるぞ。最高ですね。あ、終わったみたいなので私は家に帰ります。読み聞かせのバイト代は振り込んでおいてください。ささらは一人じゃ安眠できないから君も一緒に寝てくれ。イヤさんが一緒に寝ればいいんじゃ？
添い寝担当が一人じゃ安眠できないんだぞ。そんな不便な体質あります？